どうも皆さんお疲れ様です。敷島テタラです。突然ですが、旅行に行くことにしました。思いつき旅行です。どこに行くか悩んだので、配信でアンケートを取ってみたんですが、広島と長崎が同率だったので、今回は長崎に行こうと思います。思い立って前日に行きの航空券と2泊分のホテルを取りました。帰りの飛行機がなんかやたら高くて、ちょっとビビって行きしか取ってません。なぜか次の日の朝帰った方が7000円も安いんですよね。なので、もし行きたいところが思いついたら延泊をしようと思います。そんな感じで、まずはとりあえず長崎に向かってみようと思います。それでは早速行ってみましょう。お、そろそろ離陸するみたいですよ。それでは長崎行ってきます。はい、というわけで長崎空港に到着しました。実は長崎に来るのは初めてなんですよね。前からね、行きたいなぁとはずっと思ってたんですけど、やっと来ることができました。空港から市街地まではリムジンバスに乗ります。市街地まではバスで40分ほどかかるみたいですね。外に出てきました。今日雨予報だったんですけど、めちゃくちゃ晴れてますね。いやー、最高ですね。というわけでリムジンバスに乗車します。はい、バスを降りて市街地の方にやってきました。長崎には新地中華街っていう中華街があるらしくて、今回はそのバス停で降りました。路面電車の線路がそこかしこに敷かれてるのが普段いる土地とは違うっていう感じがして、なんかいいですね。歩いてたらカフェっぽいのを発見しました。薄く印刷会館と書かれてるのが見えます。何らかの会館をリノベした物件なんですかね。路面電車が通ってますね。なんだか路面電車って情緒があっていいですね。チェックインは全然まだなんですけど、ホテルに荷物を預けてきました。まずはホテルから近い新地中華街に向かいます。おー、入り口の門がめちゃくちゃ中華街って感じしますね。中に入ると中華街って感じの空間で、中華街って感じの BGM が流れてました。まあ、中華街ですからね。この中華街は規模感的にはあんまり大きくなくて、横浜の中華街よりも全然ちっちゃいっていう感じでした。あと、修学旅行生が死ぬほどいました。もしかして今ってそういう時期なんですかね。長崎といえばちゃんぽんということで、ちゃんぽんをこのお店で食べようと思ったんですが、このお店は近くに本店があるようなので、せっかくだから本店の方に行くことにしました。というわけで、こっちが本店みたいです。お店の前にある看板に東京にも店舗があるみたいなことが書いてあったんですが、まあ見なかったことにしました。そんなことより早く入りましょう。お、メニューにちゃんぽんがありますね。ちゃんぽん好きなんで、長崎に来たら絶対食べたいと思ってたんですよね。水のグラスが長崎県の焼酎の息のグラスなのがなんか渋くていいですね。まずはドリンクが来ました。え？何ですか？そりゃもちろんアルコールですけど、この敷島が旅行に来てアルコールを飲まないわけがないでしょう。これはドラゴンハイボールって言って、紹興酒をソーダで割った飲み物なんですけど、最近めっちゃハマってて、中華料理屋さんに行くとよく頼んじゃうんですよね。名前もかっこいいですよね。ドラゴンハイボール。おつまみの水餃子が来ました。餃子自体に味がついてるらしくて、そのまま食べていいみたいです。うまいですね。続いて本命のちゃんぽんが来ました。今回はパクチーちゃんぽんにしてみました。パクチー嫌いがそっとしそうな量乗ってますね。もっと綺麗に取りたかったんですけど、なんか麺がツルッツルでうまく持ち上げられません。味は結構あっさりめで美味しかったですね。ちゃんぽんは絶対食べたいものの一つだったんで、早速食べられて嬉しいです。というわけでごちそうさまでした。中華街の中の出店にエビハトシという料理が売っていました。
ハトシは漢字で甲殻らしく、食パンにエビのすり身を乗せて揚げたものらしいです。前に香港でこういう字を書くフレンチトーストっていう意味の言葉を見かけたんですが、きっとこの部分ってパンとかそれ系の意味なんでしょうね。ちなみにハトシなんですが、すり身の部分がむっちりしてて、程よくしょっぱい揚げパンって感じで美味しかったです。中華街から出て移動しています。長崎には羽島、通称軍艦島っていう、もともと炭鉱で栄えていたんだけど、今は廃墟になってしまった島があるんですが、そのミュージアム的なものがあるらしいので、そっちの方に向かってみます。ちなみに軍艦島に上陸できるクルーズがあるんですけど、これは当日だと定員いっぱいで予約できませんでした。もし行きたい人は早めの予約をおすすめします。向かう途中にもいろんな建築物があって、なんか歩いてて楽しかったです。これなんかめっちゃフォントが気になりました。なんか階段の見出しみたいなフォントじゃないですか。なんでこんなおどろおどろしいフォントなんでしょう。そのわけで軍艦島デジタルミュージアムの方に行ったりなどしました。ちなみにミュージアムの外観は華麗に取り忘れました。当時の軍艦島の様子を知ることができるミュージアムでしたね。せっかくなんで戻りは路面電車に乗ってみたいと思います。この路面電車は同一区間なら一律150円だそうです。なんか明朗会計でいいですね。諏訪神社という駅で降りました。本当は一つ手前の市役所ってところで降りて、とあるカフェに行こうと思ってたんですけど、ぼーっとしてたら降り損ねちゃいました。まあ別に絶対そこに行きたいわけじゃなかったんで、適当に降りて散歩することにしました。なんかちっちゃい商店街みたいなところに行き当たりました。ここはシーボルト通りっていうらしいです。こういう通りなら絶対喫茶店とかカフェあるだろうと思ってほっつき歩いてたら、案の定喫茶店がありました。お店の前に食品サンプルが置いてある面構えのいい喫茶店は大体神です。きっとここも神なんでしょうということで入店します。ここ内装がめちゃくちゃいいですね。しかもこの時間お客さんが自分しかいませんでした。最高すぎますね。そういえば長崎名物のミルクセーキって食べたことないなと思って注文してみました。実はどんな食べ物かあんまり分かってないんですよね。注文しました。それにしてもここ内装良すぎますね。というわけで到着しました。ミルクセーキです。てっきり飲み物だと思ってたんですけど、これデザート的なやつだったんですね。で早速一口食べてみたんですけど、これねめっちゃうまかったです。食感としてはアイスの層みたいな感じでシャリッとしてるんですけど、ただね味は卵っぽさが強いアイスみたいな、なんかそんな感じの優しい味がしました。敷島的にはめちゃくちゃ好みのデザートでした。いやー頼んでみてよかったです。美味しかった。この後はホテルにチェックインして夜までゆっくりすることにしました。夜です。というわけでご飯を食べに行きます。ホテルの近くにある思案橋横丁という飲み屋街に来ました。この周辺に飲み屋が乱立しているみたいです。道にはあんまり人が出てないんですけど、お店にはね結構人がいて、満席のお店が結構多かったです。で結局思案橋横丁から離れたお店に入ることにしました。いつもながらカウンター席に案内されました。敷島は基本的にアルコールが入ってる方がお得だと思ってるんで、アルコール飲料を注文しました。今日は結局めちゃくちゃ暑かったです。なのでビールがとっても美味しく感じますね。ここは結構地元の人が来るような感じのお店みたいです。背後で小さな同窓会のようなものをやってる男女の集団がいました。お店のテレビをぼーっと見てたら、店長さんらしき人がリモコンを渡してくれました。なんかやばい番組流してやろうと思ったんですけど、民放でやばい番組なんかやってるわけなかったので、普通の番組にしときました。ここは一応焼き鳥屋さんだったっぽいんですけど、なんか魚ばっかり頼んじゃいました。これはヒラスというお魚です。ヒラスってなんだろうと思って頼んだんですけど、これはヒラマサのことをこっちでそう言うみたいです。でこれがクジラです。さっき横丁を歩いてる時に店先にクジラありますってわざわざ書いてるお店が多かったんで、もしかして長崎ってクジラが有名なんですかって聞いてみたら、長崎は昔捕鯨が盛んな地域だったんだよって教えてもらいました。でこれがゴマサバです。本当に魚しか頼んでませんねこいつ。
敷島ごまさば初挑戦だったんですが、これめっちゃ美味しいですね。なんかご飯にのっけて食べたい感じの味がしました。ここはぼっちに優しいお店でしたね。ごちそうさまでした。そんなわけでもう一軒くらい行きたいんですけど、せっかくなのでその前に近所をいろいろ散歩しました。この辺はなんかちっちゃい路地が多くて歩いてて面白かったです。そんなわけでおにぎり屋さんに来ました。インターネットに長崎では締めにおにぎりを食べるって書いてあったんですが、これって本当なんですかね。敷島メディアに踊らされてないですか？長崎出身の方がいたらぜひ教えてください。というわけで入店しました。ここはタッチパネルで注文をするみたいです。はい、注文しました。座してウェイティングおにぎりをします。しばらく待ってるとおにぎりが来ました。ざるの上に乗ってるのがなんかいいですね。ちなみにアルコールもあったんでハイボールも注文しました。たくあんがついてくるのもなんかいいですね。おにぎりの方もね、めちゃくちゃ美味しくて大満足でした。本当に長崎に締めおにぎり文化があるかはさておき、締めにおにぎりは全然ありだなとは思いました。追加で頼んだ赤味噌のお味噌汁もめちゃくちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。お店を出たら雨が降ってたので、この後は部屋で飲むことにしました。つまみを買い集めています。お酒も何本か購入して部屋に戻ります。部屋に戻ってきました。おつまみにたこ焼きと豚まんを買いました。それと長崎とは何も関係ないんですけど、最近期間限定で出てるほろ酔いのライチウーロンサワーが好きです。長崎以外の方もぜひお試しください。というわけで飲酒などをしたりして1日目は終了です。おやすみなさい。はい、2日目です。2日目はさすがに予報通りの雨でした。まあ別にね、予定も決まってないんで気分でダラダラ過ごそうと思います。トルコライスというやつが食べてみたくて、ホテルの近くのお店に来てみました。店の前に食品サンプルが置いてある面構えのいい店は大体の場合神です。お店はめちゃくちゃ賑わっていて満席状態でした。敷島はタイミングよく偶然空いた席があったんで入れたんですけど、もしかしたらここ人気店なのかもしれませんね。お店には洋食のメニューがいろいろあったんですが、やはりね、敷島が食べたいのはトルコライスというわけでトルコライスが来ました。トルコライスはピラフ、スパゲッティ、とんかつがワンプレートに乗った料理で、その見た目はまさに大人のお子様ランチっていう感じですね。カロリーですか？まあいいじゃないですか。今はカロリーのことなんて考えるのはやめましょう。ここで敷島のトルコライスコーナーです。トルコライスはトルコとついていますが、別にトルコの料理というわけではなく、これは正真正銘日本発祥の料理なんです。ではなんでトルコなのかというと、これは諸説あって、一つはフランス語で3色のという意味を持つトリコロールから来た説。トルコライスを構成するそれぞれの料理の国の中間がトルコだったからトルコライスと名付けた説。当時トルコという国があまりよくわからない未知の国であったことから、よくわからない料理としてトルコと付けた説。そんな感じでいろいろ説があるみたいなんですが、結局なんでトルコライスなのかは未だによくわかってないみたいです。そんな由来が謎のトルコライスですが、味は見た目通りめちゃくちゃ美味しいです。出てきた時さすがにとんかつでかすぎだろうと思ったんですが、思ったより重くなくて食べきれちゃいましたね。このお店はお料理の味もすごく良かったですし、店員さんもとっても優しくて最高にいいお店でした。とっても美味しかったです。なんか散歩するのにいい場所ないかなと思って探してたら、近所に出島があるっぽいので見に行ってみようと思います。出島って歴史の教科書とかでやった海に囲まれた扇形の人工島みたいなあれなんですけど、 Google マップで確認すると地形が全く扇形でもなんなら島でもなくて結構困惑してます。これは本当に歴史の授業でやってたあれなんですかね。その謎を探りに我々は Amazon の奥地ではなく出島に向かおうと思います。向かってる途中にめちゃくちゃかっこいいビルを見つけました。日清ビルという名前のビルみたいです。1階と2階にお店もしくはギャラリーらしきものが入ってました。
結局ここがもともと何だったのかわからなかったんですけど、なんだかとても目を引く素敵な建物でした。というわけで出島にやってきました。なんかお金とかいうやつを払ったら無料で入れました。ここには出島を無料で案内してくれるツアーみたいなのがあるらしく、暇だったんで申し込んでみたんですが、地元の詳しいおじいちゃんとかが案内してくれるのかなと思って待ってたら、めっちゃ侍の格好をした人が来ました。で、お侍さんにいろいろ案内してもらった結果、出島にめっちゃ詳しくなりました。これからは出島博士と呼んでください。出島はもともとキリスト教を布教されないように、長崎市内にいたポルトガル人を収容するために作られた扇形の人工島で、それが鎖国中になると唯一交易を許されたオランダと貿易を行うための港として使われるようになりました。で、ここはやっぱりその出島があった場所で間違いないらしいんですけど、周りの海が埋め立てられて市街地になった結果、今はこんな地形になっちゃったそうです。近代になるとこの場所は普通に市街地として使われてたらしく、なんならこの土地に普通にオフィスビルとかが建ってたのを出島を復元するために用地買収していろいろと復元をさせて今の形になったみたいです。なのでここにあるほとんどの建物は本物っていうわけではなくて、最近になって復元されたものばっかりなんだそうです。敷地内に出島のミニチュアみたいなやつがあったんですけど、スズメの大きさにジャストフィットしてました。お土産屋さんにカステラサイダーってやつがあったんですけど、一体どんな味がするんでしょうか。敷島は怖くて買えなかったけど、誰かに飲んでほしい。出島は日本で初めてコーヒーが伝来した場所ということで、ドリップコーヒーを買ったのと、あと変なステッカーを買いました。というわけで出島から出て移動します。昨日行った飲み屋街のあたりを歩いてるんですけど、昼だとだいぶ印象が違いますね。昨日食べたミルクセーキが大変美味しかったので、昨日とは別のお店で食べ比べることにしました。いざ入店です。ここは九州最古の喫茶店で、長崎風のミルクセーキの発祥のお店なんだそうです。というわけでやってきました。もうね、ビジュアルもいいですよね。おー、なんか昨日のところとはまた味が違いますね。こっちはおそらくレモンが使われてるっぽくて、なんだか昨日のよりシャリシャリで爽やかな感じの味がします。同じ食べ物でもお店によってこんなに味が違うんですね。めっちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。その後も長崎の街を歩き倒したりなどしていました。これは散歩中に気になった建物です。古いマンションかなんかですかね。今は住居としては使われてなくて、カフェとかホテル、レンタルスペースとかに使われてるみたいですね。さて、夜になったので酒を飲みに行きます。今日は路面電車に乗って出かけてみようと思います。ビールが飲めると聞いてやってきましたが、本当に飲めるのかな。周りめっちゃ住宅街なんですが、あれかな。ありました。ビアパブ&カフェアウェイクというお店にやってきました。ここで作られているビールがいろいろ飲めるみたいです。というわけで注文しました。この建物内に醸造施設とそれを飲めるパブと買えるお店、そしてホステルまで入っている飲んで買って泊まれる施設だそうです。というわけでビールがやってきました。いや、何ですかこいつは。グラスのキャラが可愛すぎるんですが、なんかめっちゃ緩くていいな。ビールも美味しかったです。雲仙アールグレイセゾンというビールを頼んだんですが、上品な香りがしてとても良かったです。それにしてもグラスのキャラが一生気になっています。こうやって飲んでると目が合うな。おつまみも頼みました。これはポテトとアボカドを揚げたやつです。めっちゃビールのおつまみって感じでとっても美味しかったですね。
2杯目を頼みました。さっきのグラスを裏返すとロゴがあったんですけど、やっぱりね、このキャラが可愛いのでこっちに向けて飲んじゃいますね。2杯目は北浦ポンカンエールというビールにしました。柑橘感があって美味しいですね。帰りにビールを買って帰ったらステッカーをもらいました。かわいい。そんなわけで路面電車に乗って帰ってきました。今日はもう寝ようと思います。おやすみなさい。というわけで3日目の朝です。めちゃくちゃ晴れてます。本当は2泊3日で今日帰る予定だったんですが、連泊をすることにしました。冒頭でも言った通り、今回ね、行きの飛行機と2泊分のホテルしか取ってなくて、今日帰ると明日帰るよりも飛行機が7000円も高いので、なんかひよっちゃって行きだけ取ってきたんですよね。で、無事行きたいところが見つかったので、1日延泊することにしました。今日は池島という島に行くことにします。ホテルをチェックアウトする前にモーニングを食べようと思って近所の喫茶店に来ました。喫茶ブンブンというお店なんですが、お店の文字が逆になっててブンブンになってるし、グンニーモなのもなんかいいですね。というわけで入店しました。ラッキーなことに敷島以外誰もいませんでした。モーニングを頼んだらトーストと卵とサラダにコーヒーがついていました。結構豪華ですね。そんな豪華なモーニングを食べた後なんですが、メニューにあったのでこちらも頼んでしまいました。ここのは氷感強めでシャリシャリしてて、どっちかというとかき氷に近い感じの食感でしたね。島にはきっとないだろうなと思ってつい頼んじゃいました。美味しかったです。というわけで長崎駅へ向かいます。路面電車も見納めです。長崎駅周辺はかなり新しい感じがしますね。ここにあるバス停から島に向かいます。はい、無事にバスに乗れました。それでは池島に向かいます。というわけで前編はここまで。次回は池島に行ってきます。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。